アフリカで唯一植民地化されなかった国、エチオピア。かつて地理的にインド洋や紅海、スエズ運河、地中海にもつながれる3つの海を行き来できることから、交通の要所としてギリシャやイスラエルとも深い関係を持ち、様々な文化を取り入れ融合し成長した。伝説によると、古代イスラエルのソロモン王と南アラビアのシバ王の女王マーケダーの間に生まれた息子メネリク一世によって建国されたエチオピア帝国は、エジプト、ギリシャ、インドなどの神話のある国々に並ぶ世界で最も古い歴史を持つ国の一つ。国旗には土地の豊かさを表す緑、平和を表す黄色、国のために流された血を表す赤、そしてソロモンの星が取り入れられ、エチオピアはアフリカで唯一植民地支配を受けなかった国として、他のアフリカ諸国は敬意を表し、現在アフリカ中の国旗の多くにこの色合いが取り入れられている。今回はそんなアフリカで最も古い歴史を持つエチオピアに住むとある部族を訪れてみました。はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。ついにやってまいりました。東アフリカ、エチオピアでございます。僕にとってですね、エチオピアは特別な場所でですね、以前ね、ジャマイカ訪れた時にリアルラスタマンが帰ってきたいと言っていた約束の地。同時にですね、アメリカやルクセンブルクで出会ったエチオピア人難民の故郷。そしてエチオピアはですね、アフリカの中で唯一植民地化されなかった国ってことで、ヨーロッパのね、強者たちを寄せ付けなかった世界で最も古い文化を現在もね、継承し生活している部族たちの巣。今回はね、そんな部族社会の中でも別格に凶暴で周りから恐れられている部族たちがいるということで、実際に訪れてみたいなと思います。過去約400年間西洋人にとって奴隷を手に入れる場所だったアフリカは、天然資源が豊富だったため、ヨーロッパの国々が独占的に安価で大量の原料を手に入れることができ、製品を独占的に販売し大儲けできる地として19世紀産業革命を経てヨーロッパの国々に植民地化されていった。その頃ヨーロッパでは啓蒙思想や宗教運動の影響で、人には自由に生きる権利があるとの考えが広がり、アフリカ人にも人権を認めようと黒人奴隷制度が廃止された。しかしヨーロッパ諸国は植民地支配を正当化するため、人権を理解していないアフリカ人に対し西洋の価値観や文化を教育し、アフリカを文明化させてあげるのだと主張し、アフリカ全土でヨーロッパの列強同士の奪い合いが激化した。そしてヨーロッパからアジアの航海に便利なスエズ運河の南部地域にあったエチオピアも、フランス、イギリス、イタリアに目をつけられ、1880年代にイタリアがエリトリアの一部を植民地化し始めたことをきっかけに、外交的なすれ違いが深まり、最終的にイタリアとの戦争が勃発することになった。イタリアはエチオピアを野蛮な国とみなし油断していたが、1889年にエチオピアの皇帝に即位した強力な指導者メナリク2世の元首都や鉄道の近代化、特にイタリアの勢力拡大を恐れていたフランスによる近代的な武器の提供による軍事の近代化によって、1896年アドワの戦いにおいて1万5,000人という小規模なイタリア軍に対し10万人の自兵と近代的な武器を駆使し、見事に大勝利を収めた。この勝利によりエチオピアはアフリカ諸国で初めて植民地勢力に勝利した国として、有色人種が野蛮人ではなく強国と肩を並べる実力を持つ国であることを世界に証明し、独立を完全に承認された国となった。その後メネリク2世が亡くなり、1930年ハイレセアシエ1世が皇帝へ即位するも、1936年ムッソリーニ率いるイタリアが再びエチオピアに侵攻した。イタリア軍は毒ガスを空から投下し、一般人を含む多くのエチオピア人が被害を受け、首都も陥落。エチオピア北部はイタリアに一時的に支配されることになった。同年ハイレセアシエ一世は英国へ亡命し、国際連盟でイタリアの強制処置を訴え、道徳的には評価されたものの、当時ナチスドイツの暴走などの国際的な緊張が高まる中、主要国であるイギリスとフランスはイタリアへの対応に消極的で、国際連盟による行動は不十分な結果に終わり、エチオピアはイタリア領東アフリカの一部となってしまった。その後もイタリアの支配は約5年続いたが、1941年第二次世界大戦中にイギリスの支援を受けたエチオピアは再びイタリアの占領から解放され、他国に亡命していたハイレセアシエ一世も帰国し治世を続けた。
しかし権力者による抑圧や経済的不平等、干ばつによる食料不足、物価高騰が国民の不満を高め、学生や労働者、市民などによる大規模な抗議運動が起こると、後にデルク軍事独裁政権と呼ばれるソ連やキューバからの資金援助を受けた反皇帝勢力によって1974年、ハイレセヤシエ一世は追放され、700年にわたる長いエチオピア帝国の歴史は終焉することになった。その後、エチオピアは社会主義国家へと移行したが、ソ連の崩壊とともに援助が途絶え、急速に経済が衰退。これを受け、国内では反政府軍と政府軍の間で内戦が勃発。最終的に反政府軍が勝利を収め、新たな政府が誕生したが、その後も隣国や民族間の対立や紛争が絶えず続くエチオピア。はい、ということで今からですね、友達のラスタマンカリーと Yes, Yes, what's Ras up, bro? Kali Omobali Yes. from the heart of Africa, from the roots of Africa. This is Kali Omobali and our driver Baya and friends, our cooker, my friend also Suma. So it's the best team in the Omo Valley. So here's the people fight each other or no? Yeah, here between the tribes, Yeah. There is very recently even there is a big fight each other with Really? the tribes. Yeah. 現在も80以上の民族が存在するエチオピア。民族のアイデンティティは政治や社会において重要な役割を果たし、特にエチオピア南部、アフリカ最後の聖域とも言われるオモ川流域には、今なお古代の伝統文化を保ち続ける多様な少数民族が暮らしており、異なる部族間の緊張が暴力に発展しているとのことみたいです。はい、着きました。ここがですね、エチオピア南部ケニアの国境付近、ムルシ族の村でございます。とんでもない場所でございます。Hello. ترى سمشي Thank you. ترى انت جاله متطلبه ايش جاله متطلبه ترى Can you explain about who you are, Murs people? اه 非常に攻撃的な部族とみなされているムルシ族は現在約11,500人いると言われ、反遊牧民のムルシ族は伝統的に牧畜で収入を得てきたが、現在は農業にも特化しているそうです。そして彼らにとって最も貴重な富は牛。社会的関係は牛の交換によって承認され、牛をめぐり現在も他の部族との奪い合いが頻繁に起こる中、ムルシ族はアフリカで最も危険な部族として他の部族からも警戒されているそうです。I have a question. Why always they have a guns, man, with them? they are living in the remote area, Yeah. so there is no border for them. Okay. So what they use their machine gun as a boundary of their land Okay. from the other tribes. Obviously, they sometimes come here to attack. Yeah, they come and they want to attack the warrior guys and they steal the cattle. Right. And even sometimes another predator animals like hyena. Hyena. In the night, hyena they will come to eat their cattle. Okay. What about what else like a dangerous animals? Leopard, Ooh, lion. lion. Yeah. When they are in the bush with their cattle, the lion come to eat the cattle. So that time, Right. yeah. So this is the house, Yeah, right? this is the Mushi tribe hats. In the Mushi tribe, the women are responsible for making the hats. Oh wow. The man only arrange the stick. They are making like a bird nest, like you see. So they are copying from the bird nest Right. how they make their hats. Right. So it's very easy to just leave it, because it's not take a lot of materials. そう、ここがですね、ムルシ族の家ってことで中身してもらいたいなと思います。Oh, hello, how are you? Wow, it's so dark. Oh, baby, how are you? Okay, can I go inside? Inside, okay? Yeah? めっちゃ難しいわ、中入る。おいあ、ごっついな。Wow, it's so simple. Now, how many people live here? 7 kids and his wife. 7 kids? Together 9. So they sleep here in the cow skin. Okay. This is a skin of cow. Oh, this is the cow's skin. Cow skin. Right. So their life is depend on the cow. They cook here also, no? They cook here. Yeah, cook in the night time. Okay, what is that that hanging there? Hanging like some materials, cooking materials and some foods. Right. Yeah. いや、皆さん昼間はめちゃくちゃ暑いです。蒸し暑くて中におれんぐらい、もう息ができるぐらい暑いです。いやでもすごい原始的やな。もう上の天井とかもこんな家見たことないわ。So
how often they move? Like Every 2 months, every 3 months, Okay. depend on what happened. Okay. Sometimes when it's like a disease happen in the area Okay. or very dry, they change. まあ、ムルシ族はですねいくつかの家族が集まって、まあ、村として過ごしてるみたいで、そういった村がいくつもあって、まあ、半遊牧生活で暮らしてるみたいです。 Okay, so where they do the toilet and the stuff? The toilet, the Yeah. Mushi tribe, Yeah. they use toilet in the bush. In the bush. So what they do the school, man, here? Here, as they are living in the remote area inside the Mango National Park, so this Mushi tribe, they don't went to school Oh, okay. because there is no school here, Right. no studying place. Okay, so they don't study. They don't study. So they just study how to hunt and how Yeah, to... how to take their cattle. When the cattle sick, how to treat the cattle, Right, I see. and how put the honey behaves, Yeah, how yeah, to make yeah. honey. Yeah, yeah, yeah. Like they have different kind of things they learn from the culture. ムルシ族といえば独特なリッププレート。女性は14歳になると下の歯を4本抜き取られ、15歳になると下唇をナイフで切開し、リッププレートと呼ばれるお皿を入れることで女性の美しさや社会的地位の象徴とされているそうです。そして大きなリッププレートをつける女性ほどより美しいとされ、結婚した際の女性側の家族に支払われる牛の数にリッププレートの大きさが関係するそうです。 How do you feel when you start putting? It was painful? Akirado. Ki. Madani habusa. Madani hina amamanige. 現在は美の象徴として文化になっているリッププレート。しかしこの文化の始まりは奴隷貿易が盛んだった19世紀。当時美しい女性や出産可能な若い女性は奴隷として売買されやすかったことから、この地の女性たちは唇にお皿をはめ込み自分を醜く見せることで奴隷にされることを防ごうとしたことが始まりだそうです。 Can I hold it? Yeah. Oh, it's not. Oh, yeah, I think it's heavy. I think it's heavy. Yeah. いや、めちゃくちゃですね、重たいなと思ってたんですけど、そんなに重たくない。でも、1キロないかなぐらいなんですけど、唇に入れたらめっちゃ重たいですよ、多分これ。まあ、リッププレートはですね、今街に出かけるときとか、あと村の会合とか、そういうね、スペシャルのイベントがあるときだけつけて、普段はですね、つけないで生活してるみたいです。そらあんな重たい皿つけたまま生活できんで。いや、ほんで男の人もですね、なんか前は取ってる人が多くて、聞いた話によると、このムルシ語を喋るのでですね、この前歯がないと発音できないアクセントがあるみたいで、そういったことからですね、男の人も前歯取ってるみたいです。いや、ほんまもうなんか普段僕たちの住んでる世界とは違う惑星にいるみたいですね。基本的にムルシ族は狩猟と農耕の生活。伝統的な主食は自分たちで自給したソルガムとトウモロコシをひき、粉にし、水とこねた後に火にかけたダリという一種のお粥だそうです。So, what kind of meat they normally eat? They eat like the wildlife. So even they eat like the huge, the giant elephant. Elephant. Yeah. They use their machine gun, shoot it, and if they sell the tooth and out the meat, they eat it for themselves. ここオモ渓谷に住む観光客を相手するムルシ族はですね、とにかくツーリスティックってことは有名みたいで、もう観光客を見た瞬間お金お金ってせがんだり、写真撮るために、お金ってせがむ、ビジネスね、ムルシ族もかなり多いのが現実みたいです。今回ですね、リアルなムルシ族と生活したいってことでカリ君の知り合いのムルシ族のところにいるんで、毎回お金ねせがまれるってことはないんですけど、モーリタニア行った時もですね、こうやってお金せがまれる機会があって、何するのに対してもなんでお金せがむのって聞いてみたらですね、彼らはあなたたちも昔から今もアフリカ僕たちを搾取してるじゃないのっていう返答が書いてたんですよね。それ聞いて言葉が出なかった。いろんな国行ってね、実際僕たちが住んでて気づかないことが多いけど、大国やね、富裕層の裏には犠牲になってる国やね、人をたくさん見てきたんで、なんか僕が今ある生活、世界普通じゃなくてほんまね、感謝大事に生きなあかんなーって思いますね。皆さんはどう思いますか？はい、ということで今ですね、夜ご飯に誘われまして、とある家族の家の中にいます。こんな感じで食べております。
そう、これがですね、ムルシ族の夜ご飯っていうことで、これと、もう一つ、サラダみたいなのであるって感じですかね。You eat with the hand? Yeah, Okay. With hand. お、温かいですね。Then after, you go like them. Look. Yeah, Very like hot. this. Yes, no? Yeah. Hot. Yeah. Wow. No, no. Also with the moringa, you need to do on the moringa. Moringa plant. Brand, no? This one. Yeah. Ufufa. It's very soft. Yeah. No. Yeah. Porridge. Porridge, no? Harmful. Kind of like a flour, kind of like a potatoes, no? ということで、まあ僕はですね、初め食べた感想なんですけど、そんなに慣れてないんで、かなり違和感があります。正直美味しいって言われてみれば、あまり美味しくないのが正直なところで、味気も全然ないですし、いや皆さんこれでもし生活せえって言われたら多分、めっちゃきついと思います、正直僕。So how old is she? Yeah. Here they don't know their age. They don't know the age. They don't know their age because they don't born in the hospital. They born in the bush. So nobody know their age. Nobody know their age. Right. Yeah, just they guess. They guess Right. by guessing. They don't want to live like city life or no. No, because they don't even if they go to city they don't like They don't because they are not grown up like a city there. They grown up here. When they go there, for them difficult. But when they get something modernized, they will be also more. They like it more happy. Right. For example, more than they walk to Jinka, when they use transportation, they are more happy. For the car. Yeah. で夜になるとですね、もう明かりは月明かりと火のみっていう感じです。まあでも本来ですね、ムルシ族と一緒に夜を過ごすことは禁止されてるみたいでですね、それもムルシ族は日中から戦士として他の部族よりより攻撃的やけど、夜になるとですね、もうみんなお酒飲みはって頻繁に飲んだくれて殺し合いが起こったりもするみたいです。まあそういったことから禁止、されてるみたいなんですけど、今回友達の友達っていうことで知り合いだったんで、まあ来れたっていう感じなんですけど、まあでもめちゃめちゃシンプルなナイトじゃないですか。日中仕事して、で飯食うて、夜踊って歌って寝るという、こんなにライフってシンプルなんやって。で笑い声がどこの国、どこの人たちと出会うより多いっていうね、もう一日中笑い声が聞こえてるっていう環境なんですよね。すごいな。まあでもそのシンプルさの影響でかわからないですけど、殺し合いがね頻繁に起こるっていうのもまあ事実ですけど、アフガニスタンも行ってここも来て、信仰心が強ければ強いところほどなんか伝統とか文化って残ってるような気がするんですよね。なんか彼らもものすごい信仰心だし、歌ってるのもですね、彼らの信仰してるアニミズムのことについて歌ってるみたいなんですよね。日本に例えると、もし仏教やとしたらお経を唱えてるっていう感じですよね。夜みんな歌いながら。そんな感じですかね。偉大なる父よ来いって言ってるっていう話もしてたんで、周りの昆虫の鳴き声と子供たちの笑い声、これだけでなんか幸せになれるですね。皆さんおはようございます。昨日はですね、めちゃくちゃ寝れまして、まあでもですね、今何時なのか全くわからないというね、なんかエチオピアはですね、もう時間とか日数の数え方も違うみたいで、1年は13ヶ月あって、プラス6時スタートの12時間スロットが2つあるっていうことで、もうなんか時間の感覚が全然わからない。今何時なのかっていうのも全然わからない感じです。まあ今日もですね、ムルシ族と一緒にね、一日ね、滞在してみたいなと思います。Good! そう、ここがですね、彼らのシャワーでもあり、飲料水を確保するとこみたいです。見てください。この川の水を飲むみたいです。とんでもないな。
How do you drink the water? Wow. Look. Yeah. It's okay. I think because of like you guys' stomach is different. Yeah, we grown up Grew like up. this. Yeah, Yeah. drinking river water, so no problem. まあここでですね、彼らシャワーも飲料水も済ますみたいなんですけど、普通にワニおるみたいです。ワニおるところで普通に泳いでらっしゃいますからね、すごくないですか。ほんで、まあ、今回眠る子族来た時に、まあ、僕たちはですね、飲み水ということで、まあ、ペットボトルの水を何個か持ってきたんですけど、そのペットボトルをですね持ちながらこう村入ってきたらですね、子供たちがベロ開けて口開けるんですよね。水くれ水くれということで、それだけ新しいペットボトルに入った水が重要っていう世界、すごくないですか。はい、今なんですけど、朝一の恒例ということで、彼らはですね日焼け止めを塗ってるんですけど、その日焼け止めはこの、ね、アフリカの太陽から守るのと、あとですねこの辺でいっぱいハエがおって、まあ、ハエ止めにもなってるみたいです。でそのね日焼け止めがなんと何からできていると思いますか。牛糞らしいです。牛糞と灰を混ぜたやつを体に塗ってるっていうことで、牛糞日焼け止めです。今ですね、日焼け止めなんか匂ってみたら、全然その僕が想像してる牛糞の匂いとは全然違うんですよ。全然匂いないというか、特殊やなこれ。さて今からですね、ムルシ族の主な仕事っていうことで牛たちを放牧しに行くみたいです。まあ彼らね、牛を置いてる場所がですね標高のめちゃめちゃ高いところで、それなぜかというと、他の部族に略奪されないため、あとですね、牛たちはですねハエによってマラリアが感染するみたいで、彼らがね住んでる村はですね、川の近くなんで、その標高が低いということで、そこはめちゃめちゃハエが発生して、ハエによってマラリアが牛たち感染することを防ぐためにっていうことで、まあ秘密裏の隠れた標高の高いところに隠してるということみたいです。これがですね牛のうんこということで、牛のうんこほんま有効的にめっちゃ使ってますね。牛のうんこを玄関の入り口に使ってますね。はい。でムルシ族のですね奇妙な伝統文化の一つにですね、牛を放牧する前に牛の血抜き、そして血抜きした血を自分たちが飲むみたいです。The rope very on the vein, so to get the vein, to see the vein. Roll like this. Oh my god. So how are you gonna stop this one? Just put the see, just the cow poo. They put the cow put Yeah, there. like medicinal dank. Okay. Soil, mix it, Okay. and after some minutes, he'll let his hand. And then finish. It finish. Stop. Oh wow. Oh, very quick. Yeah. めっちゃ早いな、血止まるん。そう、これが牛の血みたいです。そう、今からですね、実際に彼らが飲んでる牛の血を初めて飲んでみたいなと思います。いただきます。初めて。めっちゃ緊張するわ、牛の血飲む。めっちゃ温かい。Very warm. Oh. But okay. すごい匂いやな、もう。いやー。このなんか味はですね、そんなめちゃくちゃ臭いとかそんな感じの味はないです。普通に温かい蚊刺された後の血をちょっと自分の血をロンって舐めたような感じの味。めっちゃ説明しづらいですけど、うわ、まあでもなんかってなんかこう力がみなぎったような感じがするのは正直あります。ほんまに。Why they drink this one? Because it's make them stronger. Stronger. Yeah. The power. The power. Mostly even they give for the youngs to make them more stronger. Oh, okay. Yeah. まあ興味深いことにですね、彼らは牛を食べないみたいです。それはなぜかというと、牛はお金を稼ぐもの、富なんで、まあ、町に行って売ったりですね、あと
なんか物々交換で他の部族と交換したりする時のため用に牛は置いてるみたいです。その代わりですね、昔から飢饉が来た時とかはこの牛の血を飲んで生き延びてきたっていうことで、現在もですね牛の血はちっちゃい子供から先に、エネルギーとして飲まれてるみたいです。食べてるからすごいな。親父のようにご飯を手でキープしております。食べっぷり見てたらなんか気持ちいいな。今までですね、僕たちからするともうすっごい奇妙な伝統文化を持つねムルシ族なんですけど、ムルシ族の中で一番重要と言われているのがドンガ儀式っていう婚活儀式。普段はですね6月ぐらいにするみたいなんですけど、今回ね特別にどんな感じかなっていうのを見せてくれるみたいなんで。ドンガ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 とは別のムルシ族の男性同士で長さ 1.2 メートルほどの細い長い棒を使って命がけで女性に告白をできる権利を得るために戦う儀式。戦いはどちらかがギブアップするか大きな怪我を負うまで続き、ギブアップするとその後2年間儀式に参加できなくなる。死者が出ることもあり、もし勝負で人が亡くなった場合は相手の家族に牛を送るという賠償制度も用意されている。戦いに勝った男性は女性に告白することができ、女性と女性の家族の返答がイエスであればカップル成立とのことみたいです。So he's a winner, no? Yeah, The last years. yeah. Last year the winner. Okay, so he got married. Yeah, he take the best girl from the village. So how many kids you have now? You have 3 kids. 3 kids. And Yeah. how many wife now? Yeah, Miss Tintale. Miski ولاتي عندي additional. Additional. He have a new wife, one. Now 2 wife. 2 wife now Yeah, you have. yeah, Oh, yeah. okay. When you do donga, do you feel like excited or nervous or scared? Gedonga uli karama bana wa chalizo. Gamaishi. Eso. このアフリカで生きるムルシ族の伝統やアニミズムでは、一族を守る誇り高き戦士が重要視され、一族を守るために人や動物を殺すと神に近づくと信じられている。もともとは人や動物を殺すたびにタトゥーとして体に傷を入れられ、体の傷が多ければ多いほど社会的地位が高く強靭な戦士とみなされていた。しかし現在に至っては男女問わず誇り高き戦士のファッションとしても自らの意思で体に傷を入れるそうです。What is this It's one? our tribal whiskey. Whiskey. Yeah, it's like our tribal alcohol. It's like our like Ethiopian vodka. Oh wow. It's very strong. You can smell it if you want. Can I? Smell, yeah, smell it and try taste it. Wow, so strong, eh? Yeah, it's very strong, man. Smell like what? Yeah. Smell like a very strong like a vodka, no? Yeah, very strong. More than 50 sometimes the percent. Yeah, Wow. yeah. It kill even bacteria. Oh yeah. Yeah, worms, kill worms, bacteria. Yeah, in the morning you saw him, Yeah. but now look after the hurricane, after the alcohol. Look it. Oh yeah, he's alcohol. Yeah, after the hurricane. 朝方出会った時めちゃめちゃ穏やかな人やなと思ってたんですけど、牛の放牧行って帰ってきたらもう彼飲んだぐらいで朝からもう凶暴になっております。What is the happiness for you? Era urgo betato Ah, go framun desu ah, desila. Desila. Ira. Iro. Ira. はい、皆さん今回ね48時間世界一危険な部族の一つと呼ばれるムルシ族と滞在してみて、こんだけ心がピュアな人この世界におるのかっていうぐらいですね、もう心の迷いがないっていうか、こう扉がないというか、もう何でも感じたこと表現するし、例えばこれが欲しいと思ったらすぐ欲しいって言うし、お金欲しかったらお金言うし、服欲しかったら服くれ言うし、輪ゴムとかもですね、ここつけとったらなんか初めて見たんですかね、輪ゴム見て輪ゴムくれ言うたりで、太ってるね人がおったらお腹の中何入ってるん
そのお腹の中ええもん入ってるやろ食え言ったりもう僕らの生きてる世界とは全く別の惑星の世界、そんな中ですね、心がめちゃめちゃシンプルなんで、言葉が通じなくてもですね、ただ横に座っててこうなんかジェスチャーとかなんか単語言うだけでなんか通じ合えるというか、なんかすごい奇妙というか面白い興味深い感覚なんですよね。いやーなんかすごい経験させてもらったなと、なんか現代社会で失われつつある素晴らしいものがこのムルジ族には眠ってるんじゃないかなと感じさせられた滞在でございます。ということで皆さん動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということでエチオピアからでございます。アディオス。